皆さんごきげんよう、上川カールです。今日もまた世界では様々な出来事が起こっています。その中からいくつかのニュースをご紹介していきます。今回取り上げる主な話題は3つ。まず第1に、またしてもエネルギー価格が上昇するかもしれません。トランプ大統領がイランに対して武力交渉には発言を行いました。これに伴って原油価格の上昇が起こっています。今はまだ武力行使は行ってはいませんが、もしも実施すれば当然のようにかなりの影響をもたらすこととなります。第2に、ロシア軍の昔と今を比較しましょう。2022年段階におけるロシア軍の攻撃してくる様子と、2025年最新のロシア軍の構成、2つの映像を見比べて、ロシア軍の中身がどれほど劣化したかについて映像で確認しておきます。最後に3つ目は、日本、イギリス、イタリア3カ国での戦闘機国際共同開発計画。この計画にインドが加わろうとしているというニュースが流れてきています。開発資金を多くの国で分担することによって、一つ一つの国における負担が減少することとなります。しかし、インドという国はそう単純に開発に参加させて良いわけではありません。そのあたり解説をしておきましょう。NHK の報道、トランプ大統領、イラン核開発の制限、応じなければ爆撃。イランが核開発をめぐるアメリカとの協議において、間接協議であれば応じる考えを示す中、トランプ大統領は核開発の制限をめぐり、合意に応じなければ爆撃を受けることになると述べました。イランの核開発をめぐり、トランプ大統領は協議を呼びかける書簡を敵対するイランに送りましたが、イランのペゼシュキヤン大統領は直接協議は拒否、第三者が仲介する間接協議であれば応じると返答したことを明らかにしました。こうした中、トランプ大統領はテレビの取材に対し、もしイランが合意に応じなければ、これまで見たことのないような爆撃を受けることになると述べました。トランプ大統領は、アメリカとイランの当局者が交渉中だとしていますが、攻撃の可能性を示して、イラン側に早く協議に応じるよう圧力を強めた形です。イランの核開発をめぐっては、開発を制限する見返りにアメリカなどが制裁を解除する核合意が結ばれていましたが、2018年、1期目のトランプ政権が一方的に離脱したことから、イラン側にはアメリカに対する不信感があります。加えて、2期目のトランプ政権がイラン側に圧力を強めながら協議を迫っていることにも反発していて、今後、協議が始まるかは不透明な情勢です。一方、イラン側の反応。最高指導者のハメネイ師は、いかなる攻撃が行われたとしても、彼らは間違いなく強力な報復の一撃を受けることになるだろうと演説し、武力行使が行われれば反撃する構えを示して牽制しました。また、外務省の報道官は、国のトップによる爆撃という公然の脅しは、国際平和と安全保障に対する衝撃的な侮辱で、国連憲章に反すると非難しました。その上で、暴力は暴力を生み、平和は平和をもたらす。アメリカは進む道を選ぶことができるとして、自制を呼びかけました。トランプ大統領が爆撃というかなり強い言葉を使ってイラン側に対して牽制を行いました。このため、原油価格は上昇しています。主な指標として知られるアメリカの WTI では1バレル71ドル半ばでここ最近上昇傾向にあります。3月5日、WTI の原油先物価格は1バレル65ドル程度でした。しかしこれが右肩上がりの状態になってしまい、現在では71ドル台となっています。また、今回のトランプ氏の発言に伴って、まことしやかに流れている陰謀論のようなものも出ています。例えば今回、イラン側がアメリカに対して牽制する攻撃作戦として、インド洋にあるディエゴ・ガルシア島にある米軍基地に対して長距離のドローンを飛ばし、威嚇するのではないかといった話なども出ています。非常に離れたところにあるため、実際に攻撃を行うかどうかは、かなり疑わしい話です。また、外交的な反発を示すために、実際には遥か手前でわざわざ墜落させる程度の攻撃を演習と称して行うかもしれないなんていう話も出ています。そして、イランに対する圧力をアメリカが加えることに関しては、核開発を行わないようにという意味では、
外交手段の一つなのでしょう。しかし、もしもイランに対して実際に攻撃を行った場合、アメリカよりもむしろ日本が最も大きな悪影響を受けることとなります。これは、日本が中東原油に非常に頼り切った状態になっていて、ペルシャ湾からタンカーで運んでくる石油、ここに大きな影響が出れば、原油価格が上昇し、プラスアルファ日本に入ってくる原油が一時的にでも寸断される可能性が出てくるわけです。日本は中東に対する外交で大きな影響力を与えることはできていません。それだけにトランプ大統領の動向によって日本経済に大打撃が出るような原油価格の大暴動といったことが起こり得るといったことは警戒しながら見ておく必要があります。調達先を様々な国に分散させるといったことは平和なうちからやっておかなければならないリスク回避の一手です。続いて、ロシアによるウクライナ侵攻、2022年以来ずっと続いているわけですが、その変化について少し映像を使いながら再確認しておきましょう。2022年段階においてロシアの軍事力評価は世界第2位、アメリカに次ぐものだという声もありました。特に核戦力においてはソ連時代から引き継いだその膨大な弾頭の数は人類を一体何度全滅させることができるかと言われるほどの量でした。ただし、通常戦力においては質においてアメリカに全くかなわないといったことはある程度評価としては定まっていました。しかし国力10分の1のウクライナに対しては圧倒的にロシアの方が上であり、当初はロシア軍が圧勝する危険性も叫ばれていました。こちらの映像は2022年の段階におけるロシア軍の構成、戦車や装甲車といったものが本当に列をなしてウクライナ領内で活動していました。それに対してウクライナ軍は同等の戦車や装甲車で対抗するのではなく、対戦車やロケットランチャーを歩兵が装備し、近距離からの攻撃やもしくは砲撃によってこれを撃退するといったことを行っていました。戦闘部隊が撃退されたことによって引き返していくロシア軍の姿、かなりの数戦車がいることがこの映像からもわかります。そしてこちらが2025年段階におけるロシア軍の構成。まず特徴として戦車や装甲車は一体どこに行ったのかといったぐらいにかなり数がありません。戦闘の主体となっているのは歩兵であり、その歩兵が何に乗っているかも大きく様変わりしました。戦車ではなく民間車両に分乗し、また兵士一人一人が歩兵戦闘車ではなくバイクに乗って前線に投入されています。当然装甲で守られているわけではありませんから、銃撃にも弱いですし、また砲撃による様々な飛散物によっても歩兵はかなり死傷していきます。ただ、こうした構成を様々なところで連続的に行うことによって、ウクライナ軍を苦しめていることもまた事実です。しかし、これをもってしてロシア軍がより強くなったと評価する人は、ちょっと映像をよくよく見る必要があるでしょう。今日最後のニュースは、産経新聞より、日英共同開発の次期戦闘機にインドも参画意欲、日本は受け入れに慎重。日本、イギリス、イタリアによる次期戦闘機の共同開発にインドが参画の意欲を示していることが分かった。インドから日本政府に参画の可能性を探る打診があった。ただ、インドは伝統的にロシアとの関係が深く、技術流出の恐れなどがあるとして、日本政府は受け入れに慎重な考えだ。日本、イギリス、イタリアは2022年12月に次期戦闘機の共同開発で合意。開発計画はグローバル戦闘航空プログラム GCAP と呼ばれ、35年までの配備開始を目指している。次期戦闘機の共同開発生産には巨額の費用がかかるが、インドが参画すれば市場が広がり、日英の負担軽減につながる。ただ、参画国が増えれば、機体配備の遅れや機密情報の共有に関する懸念が生じる可能性が高まる。インドとしては次期戦闘機の共同開発に参画することで最新の軍事技術を習得する狙いもありそうだ。インドは長年ロシア製兵器を多数導入してきたが、近年は自立性を高めるため兵器の国産化に取り組んでいる。インドの参画が実現した場合、日本・インドの防衛協力が深まり、共通の脅威となっている中国への抑止力向上につながりうる一面もある。
一方日本政府内では技術を抜き取られるだけではないかと警戒する声も根強い。共同開発計画にはサウジアラビアが資金提供し参画する方向で調整が進んでいる。ロシアや中国のサイバー攻撃による機密情報漏洩などが課題で対策に不安もあるサウジは日英と対等な形での参画にはならない見通しだ。現時点においてはアメリカによるイランへの直接攻撃といったものが行われるような段階ではありません。あくまでもトランプ大統領の言葉による圧力に過ぎません。しかし、攻撃しないという具合にして決めつけるのも良くないわけなので、そのリスクについては今のうちに考えておく必要があるでしょう。そもそもイランに対する攻撃は一筋縄ではいかないと言われています。何しろイラン側としても別にアメリカからの攻撃ではなくて、普段からイスラエル側からの攻撃といったものがあることを前提にして地下施設の建設などにこれまで時間をかけて取り組んできました。そのため堂々と我々が築いた地下施設は生半可な攻撃では全く揺るがないとして映像公開などもしています。そこには長距離弾道ミサイルが備蓄されていたり、様々な軍需兵器などについても退避させていることなどが示されており、イラン側も攻撃されることを前提として備えをしているわけです。トランプ大統領はイランとの話し合いを望むのであれば、イラン側からも第三者を介入させる形だったら別に協議してもいいと言っているのですから、まずはそちらの方を優先してほしいものです。そして最後に取り上げた3カ国の共同開発計画においてインドも参画するかもねという報道について、インドは歴史的にもソ連時代からロシアとの間における関係が深く、現在でもその関係は継続しています。その関係もあって、ロシアからインドは大量の原油を購入している中です。インド軍は現在は国産化といったものに取り組んではいますが、数多くの兵器をロシアから輸入しており、インドからロシアへという流れで技術的な流出が起こる危険性は十分あります。インド自身は地域大国としてどこの国とも組まない非同盟方針を貫いてはいます。しかし、インドの利益になるのであればといった形で、ロシア側に対して何らかの便宜を図る危険性というものはあり、私はインドの参画にはかなり厳しい条件をつけるべきです。インドの場合であれば、おそらく共同開発した戦闘機のインド国内での生産といったものを要望するでしょう。しかし、自国生産するといったことを行えば、当然のようにその中身についてもかなりの詳細をつかむことができます。もちろんブラックボックスの部分については情報開示はしないでしょうが、分析に取り掛かる危険性といったものもありますから、インドとの関係を深めたいとして必要以上に譲歩する必要はありません。それこそ開発費をある程度分担させるといった意味においては、優先購入権を付与しますよぐらいの話でなんとか押し止めたぐらいの感じで話を進めるべきでしょう。そもそも共同開発計画はヨーロッパにおいては結構失敗しています。ですから必ず成功するものでもないのです。そんな状況の中において次から次と参画したいといった国が出てくれば、かえって意見調整などで手間取り、さらには共有する情報の中からインド側ばかりが利益を得るかもしれません。インド側が望む性能や機能などについての意見を取り上げて、それを実装することの見返りとしてある程度のお金をいただいて開発を促進する程度で、話をなんとかまとめてほしいものです。今アメリカの兵器に関しては、もしも将来的に意見が食い違った場合において供給を完全に止められたり、機能そのものを停止させられるような羽目になるかもしれません。そういった意味では次期戦闘機の開発計画は非常に重要性が上がっています。日本政府はこういったことも考えつつ戦闘機開発に力を入れてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひともこの機会にチャンネル登録と他の方にお勧めよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。